はい、こんにちは、かずもんです。今日はですね、はい、こちら何が入ってるかと言いますと、今度ね、僕が大会用に使うラジコンのボディが入ってます。で、今日はこちらのねボディをシャーシに取り付けようと思いまして、シャーシにね取り付ける際にこのボディをフィッティングしていくね様子ですねを動画で紹介していきたいと思います。どうやってやるのかなっていうのがちょっとわからないよっていう方は、今日ねこの動画を見て是非参考にしていただければいいと思います。はい、それじゃあねやってきます。はい、じゃあね開けてきますね。よいしょ。はい、じゃあねボディ開封しまして、いつもねこの僕の大会用のボディなんですけど、専属のねペインターさんで北海道にアートファクトリーともきょうさんって方がいるんですけど、そちらのねペインターさんにいつも塗装してもらってます。ともきょうさんのブログの方をねリンク載せとくので、もしね気になるよって方はそちらからチェックお願いします。じゃあねこちらのボディもうすでにこういう風に塗装済みなので、あとはこれをシャーシに取り付けるのに、今からねボディのカットと、あとはフィッティングですね、ボディに穴開けをしていきたいと思います。まずはこのボディ、今このホイールアーチだったり、あとはこの横のねラインなんですけど、まだボディがこれカットしてないんで、今からボディをね切り出していこうと思います。でボディをカットするのになんですけど、僕はねいつもこのね曲線バサミを使ってボディをカットします。カッターナイフだったりでボディカットするよって方もいるとは思うんですけど、僕はねいつもこの曲線バサミを使ってカットしていきます。でカットしていくラインなんですけど、ボディの種類によってはカットラインが分かりにくい場合もあったりするんで、そういう場合はマジックを用意してもらって、カットする前に切るところをねライン引いてもらってからでカットしてもらった方が分かりやすいと思います。じゃあねボディ切ってきます。今このボディの周りのね外周をぐるっと大まかになんですけどカットしました。でこれからねカットラインに合わせて一周ぐるっと切っていこうと思います。いきなりねザクッと切っちゃうと間違えて切っちゃう場合があったりするんで、僕はいつも徐々に確認しながら切っていく感じの、やり方で進めてきます。はい、じゃあねこちら今ねこのボディのサイドとフロントですね、フロントとこのリアのバンパーのカットラインね、これをね一周ぐるっとカットライン通りにカットしました。じゃあ次はこのホイールアーチねカットしていこうと思います。はい、じゃあねホイールアーチのカットが終わりました。で次はですねこのシャーシにボディを固定するための、これ今ね練習用のボディなんですけど、こういう穴ね、ボディを固定するための穴を開けていこうと思います。でボディにね穴開けがしやすいように ID2 だったり、あとはドリパケだったりね、穴がね開けやすいようにボディ側にシャーシに合わせた印が打ってあるんですよね。そのままね穴開けをすればぴったりシャーシに合うんですけど、ボディにこういう印がなかったりとか、印があっても使ってるシャーシによっては位置が違ったりする場合もあると思うんで、その場合は以前ね動画で紹介したこともあるんですけど、便利なこういうねグッズもあるんで、こういうのも使ってボディの穴開けをしてもらうといいと思います。はい、じゃあねこのボディにね穴開けをしていこうと思います。はい、今ねこれボディ穴開けする場所にこんな感じでペンでね印を打ちましたね。で穴開けするのにボディリーマーっていう道具を使ってきます。これよいしょ、
こんな感じでね、先端が尖ってて穴開けをする位置に軽く刺してもらって、でちょっとだけ力加えてグリグリグリっとやっていくと、よいしょ、こんな感じで、よいしょね、これで穴が開きます。であんまりねこれグリ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 思いっきりやっちゃうと穴が広がってっちゃって、徐々に穴を広げつつシャーシの方にね合わせてみて、様子を見ながら穴開けをしていきます。はい、じゃあね、これボディに穴開けが今完成しまして、いつもね僕がボディ穴開けするときに気をつけてるポイントとしては、穴をあまり大きく広げないのはまあもちろんなんですけど、ボディの穴がきついとこのボディがね上下に動いた時に引っかかってしまったりするんで、まあ穴開け終わってから上下にちょっとこういう風にスムーズに動くようにね、こんな感じで、後ろもねこれこんな感じで走行中にまあ多少遊びがあるような感じかなでまあ作ってます。ボディピンを取り付ける際もこんな感じでギリギリじゃなくてちょっと間隔を空けて、こういう風に少しねボディが動くような状態でいつも僕は固定してます。はい、じゃあねこれボディに穴開けが完成して、でシャーシに取り付けもできまして、ボディ完成といきたいところなんですけど、これね実際こういう風にボディに取り付けてからバッテリー積んで走行できる状態にした際に、このタイヤがねボディに干渉しないかどうかの確認をします。干渉する場合は干渉する部分も修正でねカットしていきますね。それを最後にやっていきたいと思います。これわかるかな、ボディがこんな風に当たっちゃうわけですね。でこういう風にね、まあボディとタイヤが干渉してしまうと走行にね影響が出ちゃうんで、これをね今からカットしていこうと思います。はい、今ねこれホイールアーチのカットラインね大きめに修正を加えまして、これ今ハンドル切ってもねこういう風に当たらないようになりました。じゃあね最後に実際に走行してみてね、ボディがちゃんとできてるかどうかの確認をします。はい、じゃあねボディにステッカーをね貼って走れる状態にね準備したんで、早速ね走ってみてボディがねちゃんと走れるのかどうなのかっていうのをチェックしていきたいと思います。はい、じゃあバッチリですね。全くね問題ないんで、このボディを使ってね大会に参加したいと思います。はい、ということでね今回はこちらのね、今度僕が大会で使うラジコンのボディをねカットしてシャーシにフィッティングをする動画となりました。やっぱりねボディのカットだったり穴開けだったり失敗しちゃうとねへこんじゃうこともあると思うんですけど、初心者の人はね是非ね参考にして失敗しないようにボディ作りやってもらえればと思います。じゃあね今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。